突然ですが皆さんはダックハントにどんなイメージを持ってますか？撃墜ができない、復帰ができない、その割に操作が複雑で難しい。総じて言うとファイターとして戦うにはコスパが良くないという風にも言われてますが、実はそんなことはありません。使いこなすことができればローリスクな立ち回りで超火力コンボを叩き込み、相手を圧倒するファイターに早変わりします。この動画ではダックハントを使う上で重要な7つの要素を紹介します。ダックハントを代表する要素に三種の神器と呼ばれる飛び道具があります。まずはそれぞれの特徴を見ていきましょう。トリックショット、ダックハントの中で最も大事な技の一つです。ダックハントとも切り離し操作が可能で、コンボの途中に組み込むとダメージの大幅アップにつながります。もちろんコンボだけでなく相手のコンボの妨害をしたりなど、自分の身を守るのにも大活躍します。ワイルドガンマン、設置型の飛び道具です。少し遅れてから攻撃するので、ダックハント本体を動かしながら両方で攻撃を仕掛けられます。飛び道具キャラ相手には優秀な盾としても働いてくれます。クレー射撃、直線上のクレーを投げつけて攻撃する飛び道具です。高いコンボ火力の起点になる特大リターン技です。守りは一切なし、攻めに特化した飛び道具です。これらの三種の神器を使いこなしてローリスクハイリターンの立ち回りを作り上げるのがダックハントの基本です。ダックハントを使いたいという人がつまずきやすいのが本体と缶の切り離し操作です。缶を動かすのに集中して本体を動かし忘れたというのはよくある話ですが、いざやってみてもクレーが暴発したりなど簡単には操作ができません。まず最初にステップと缶を交互に入力してみましょう。慣れてきたらジャンプの前幹線を残しながら缶を操作することも大事です。このテクニックが身につくと復帰中にも缶を動かすことができます。またガンマンや強攻撃を使って缶を移動させるテクニックが身につくと立ち回りが大幅に強化されます。ダックハントの来る前、ダックシュートは地上の立ち回りを制する上でとても重要な技です。リーチはマルスの空中前と同じくらいあり、先端をガードさせた場合はほとんどノーリスクです。パーセント次第でコンボにつながり、そのまま有利展開を作ることも。このダックシュートをうまく使えるかどうかが地上戦を制する鍵となります。缶はただ当てるだけではなく特性を利用した別の使い方ができます。中でもツイスト缶は着地狩りや撃墜など幅広く応用が可能です。この他にもシールド缶、めくり缶、缶アーマーなど実用的なテクニックが数多く存在します。立ち回りを強化するためにぜひ取り入れましょう。ダックハントの崖の制圧力は全ファイターの中でもトップクラスの強さを誇ります。缶を崖の端に置くことでその場上がり、攻撃上がりにリスクをつけ、自分は回避上がりの位置で待機することで全ての崖上がりを対処することができます。この他にもツイスト間で崖を這わせたり岩盤で復帰阻止をしたりと多彩なセットアップで相手を翻弄していきましょう。ダックハントの一番の弱点とも言われている復帰力。この復帰力をどうにかしないと対戦ではいつまでたっても勝つことはできません。ステージに戻るときは缶を操作しながら一緒に帰ると比較的安全に復帰することができます。それでも危ないと感じたら缶を直接相手に当ててベクトルを利用してステージに戻りましょう。あらかじめ缶を送って上からステージに帰ることで逆にコンボの起点を作ることもできます。コンボの火力が高いダックハントですが、より優位に立つために撃墜の方法を覚えておく必要があります。火力抜群のスマッシュ技は主に着地狩りで使うことが多いです。相手の回避を読み切って重い一撃を当てましょう。上スマッシュは回や岩盤で回避を誘った時の撃墜手段にもなります。崖奪いからの空中後ろは早い段階から撃墜を狙うことができます。缶の設置を利用してジャンプ上がりをさせないようにしてから崖を奪いましょう。この他にも多彩な撃墜手段を身につけて有利な試合展開を進めていきましょう。いかがだったでしょうか。
一見難しいようなテクニックばかりに思えてきますが、使えるようになるとダックハントがもっと楽しく感じてくること間違いありません。テクニックの詳細はこのチャンネルに登録されているすぐに使えるダックハントテクニック集にも収録されています。また普段の対戦は不定期配信でも見られるので、この機会にぜひチャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。